皆さんこんにちは、深田由美です。今回は私自身が一番興奮するシチュエーションを話していこうかなと思います。皆さんはどういうシチュエーションに興奮したりしますか？なんか結構行けない場所とか、なんか外とか、なんかそういうとこでしたりとか、なんかそういうちょっと行けない環境とか興奮したりとかしません？私自身もちょっといろいろシチュエーションちょっと考えてきたので聞いていただければいいなと思います。思ったのがさ、絶対にこれないと思うんだけど、例えば医者のさ、なんかそういうやり取り的な感じなんだけど、性病検査とかでよく女性の医者にその膣のあれで検査でこうなんかちょっとこう入れたりするの、綿棒みたいな。でそれでなんかその検査する時に多分妄想したんだけど、私がさ普通にさなんか検診で病院行くじゃん。じゃあ検査してみましょうっていう流れになって、でなんかさよくさ産婦人科とかよくさ座ってさガーってさ足がさ開くやつあるじゃん。でさカーテンとかさこうあるからこう医者が見えないの。本当に普通な真面目な検査な、なんかめっちゃなんかって感じちゃうっていう、そういうのめっちゃなんかいいなって思っちゃって、でここの中ではこれダメだぞ、これは真剣な検査なんだって思うほど興奮しちゃうっていうシチュエーションとかもあるかなって、そこまでだったら普通じゃん。でも自分の中の妄想だとそのまま検査されてて、これはなんかおかしいぞって思うことまでこうされる。例えばそのバイバー当てられたりとか、ローター当てられたりとか、あとなんか芝居にはね入れられちゃったりとか、シャーってカーテン開けたら何やってるんですかみたいな感じでこうそのまま犯されるみたいなシチュエーションなんか興奮するなって思いますね。でしかもやっぱ足開いててもう身動き取れないじゃないですか。でそれでいきなり後ろから何やってるんですか?」って言ったら、なんか後ろから男性が来て手をこうやってこういうふうにもうまあみたいな感じでこう手をこういうふうに手をこうやって振ってでも身動き取れないまま起こされるっていうシチュエーションは最高だなって思ってるんですけど、皆さんどうですか？あとは、これは多分みんな共感できると思うんだけど、でも実際にないかもしれないけど、みんなでさ例えば仲いいさ6人グループとかあるわけじゃん。ちょうど女性が3人でこう6人で温泉旅行行かないみたいな、1泊2日で見て、ちょうどなんか気になる、映画いたけど、でも普通に友達だと多分思ってるよねみたいな雰囲気、もう友達だから、みんな6人ファミリーも友達だからもう普通にみんなで一緒に寝てもいいよねみたいな感じになって、和室のこのでっかい部屋でこうみんな適当にさ敷くわけよ。こうやって布団を敷いて、それでさみんなで、飲もうみたいな感じになって飲んでさわーってなるじゃん。でそしたらこうやっぱさいっぱい飲んだらみんなさ寝るじゃん。もう横になってこういう風に寝てる時になんかなぜか後ろ辺になんかピタってこうついてる感じがあるっていうか、あれってこう後ろを見たいけど見れないじゃん。だけど急にあったかいものがね背中にこうくっついてくるのね。でそれで声出しちゃうとさみんな起きちゃうじゃん。だから声出せないわけよ。でそれでどんどん自分のその背中がくっついてくるわけ。男性の体がこうやって後ろから手でこう口をこうやって塞がれるわけ。こうしたらこれで「して」ってふーってなるじゃん。こうやって風にやられながらこっちの手で触られるわけですよ。でちょっとくんの何してんのみたいなからみたいな感じでこうもぞもぞ布団の中でいるわけですよ。でそっからそのままもう後ろ振り向けないままもうどんどんもう寝てる布団の中で侵されて、でそれで最終的に後ろのまま損されるみたいなシチュエーション最高じゃないよくないですか？もうそのね寝ちゃっててもう普通に入れたら入っちゃうみたいな感じで後ろからもう普通に口を塞がれてこうやってみたいな感じが最高だと私は思いますね。あともう一個あって、装飾系とかなんか結構見た目が結構あんまりグイグイいかなそうだなみたいな感じの男性となんか例えばご飯行くとして、そういう流れになったとして、で私が多分心の中でこれは多分私がリードしないと多分ダメだなみたいな、オッケー任して、じゃあ私がじゃあリードしようかなみたいな感じで思ってたら、もうその朝食系みたいな感じの男性だったはずが、そこがダイナマイト級に大きくて硬かったっていうのでいやそういうのってさ思うじゃん。自分自身さ装飾系とかってさちっちゃくてちょっとあんま頼れないものかと思うじゃん、そういうものって。だけど脱いだらみたいなすごいこんな感じになって、そこでちょっとびっくりさせられるわけ。でも普通のふりするわけよ。驚いてるふりもしないし、でそれでもう購入しためちゃくちゃ上手でうまいみたいなっていうシチュエーションがいいなと。はい、1
かがだったでしょうか。だから私の妄想は。いやまあね、普通にまあ女の子はこれぐらい思ってるし、でしかもなんかね、夜中とかさ家でさ女子会する時大抵そんなトークだから、そんな妄想トークもう満載だから、みんなさこの童貞くんには多分分かんないと思うけど、女性はねそれぐらいね妄想が高いし、ねもう純粋だって思ってる女の子も意外に無問だったりするからねだからそこはね童貞くんもしっかりここの中に頭に入れておくように。分かった。じゃあこれが私の、一番最高な話でした。ありがとう。